学の法学片山です。こんにちは。去年までこのチャンネルってなんか聴覚障害とか手話とかそういう話をたくさんしてきたんですけれども、今年からねアクセシビリティ全般についてちょっとお話ししようかなっていうふうに思っていて、なんでそういうふうになったのかっていう話を今日はしたいなと思っています。そもそもアクセシビリティの話をするっていうふうになると、遡ることちょっと私のデザイナー人生の話からちょっとしたいなっていうふうに思うんですけど、私ねもともと大学の頃は美大の建築学部みたいなところにいたんですよ。空間デザインとかそういうことやってるようなところで、そこの教えがデザインとは理由があるものっていうふうにこう教わってきたわけなんですよ。どういうことって思うと思うんだけど、空間デザインとかもそうなんだけど、建築とか空間デザインとかそういう大きいものってやっぱりこう関わる人がめちゃくちゃいっぱいいるわけですよ。例えば設計士さんとかもいるし、あと実際に作る大工さんとか、そういう職人さんとかもいらっしゃるし、あとは地域の人とか、あと行政の人とかともこうつながらなきゃいけないっていう風になってくると、たくさんの人を巻き込まなきゃいけないから、たくさんの人を巻き込むようなそういう作品を作る建築家っていうのは、なんで皆さん今みたいな仕事をやるのかっていうことを説明できるようにしなきゃならない。大工さんとかもさ、これなんでこうやってんだみたいな風に思いながらやってるんじゃなくって、きちんとこれから建てるものにはこういうコンセプトがあって、こういう理由があって、それで作ってるんですよってことをちゃんと説明できるようにしなきゃいけないよっていう風に教わって、それがね結構私はわっみたいな風に思って、それがずっとね私のデザインのこの哲学の中でずっとあるわけなんですけど、なのでうちの従業員の人たちにも何か仕上げてきてくれた時には、それって何かこうした理由ってあるんですかって必ず聞いてるんですよ。それぐらい自分の中でもそうだし、法学としても、理由っていうのはすごく大事にしていて、ちょっと前置き長くなりましたけれども、アクセシビリティとデザインって一見で別物じゃないけど、ちょっとジャンルが違うかなみたいな風に思われること多いんですけど、理由っていう意味ではすごくアクセシビリティとデザインって通ずるものがあるなと思っていて、そのアクセシビリティも誰かにとって使いやすいとか、誰かがこうだからこういう状態だからこうとかみたいな理由があって、それに対しての回答があるみたいな、そういうものの積み重ねがやっぱアクセシビリティだと思うんですよね。そういうところに私はすごくロマンを感じるというか、そこにやっぱりそうであるべきなんじゃないかなっていうふうにやっぱり思うんで、それが私がアクセシビリティとかこういったことに興味を持ったところでもあるし、発信していきたいなって思った理由でもあるかなって感じですね。でアクセシビリティっていうとウェブアクセシビリティとか言ったりすると思うんですけど、ウェブサイトをいかに年代の人でもどんな状態の人でも触れるようにすることをウェブアクセシビリティって言ったりするんだけど、今やインターネットって子供からお年寄りまでみんな使うわけで、そういう人たちがもうスマホ1台とかパソコン1台でつながれちゃうっていう、そういった時代で、でももう本当に誰でもって言えるのかなっていう風なところはまだまだあって、見えづらいとか聞こえにくいとか、ちっちゃいやりづらさみたいなところがどんどんまだまだ点在してるのかなっていうふうには思うんですよね。それはもう別に障害のある人だけの問題でも私はないと思っていて、例えばですけど、私が本当に明日何か事故に遭って体のどこかが使えなくなるかもしれないとか、今とは違う状態になるかもしれないっていうことも全然あり得るし、そうじゃなくとも人は必ずいつか老いるので、老いていくうちに例えば今まで見えてたものが見えなくなったなとか、聞こえにくくなったなとか、頭の使い方がちょっと違くなったなとか、そういうことって年を取るごとに増えていくしあると思うんですよね。人間は変化していくから。なのでアクセシビリティって様々な人間の状態とか体とか心の状態とか、そういうところに寄り添うものになるので、全く別物、私には関係ないことっていうことじゃ全くないと思うんですよ。なのでアクセシビリティをするっていうことは、人に優しくするってことはあるかもしれないけど、どっちかというともう私は自分の将来とか、自分がいつかこうなったらとか、そういうことを考えながらやるところも割と大きいかなっていうふうには正直思います。なんて言われるかわかんないけど、でもねそれぐらいの気持ちで私はいいんじゃないかなと思うんですよね。あんまり優しさとか気持ちが強すぎると、それはそれで逆にみたいな風に思っちゃう人って結構いると思うんで、他人に優しくできませんみたいな人とかも結構いると思うんで、それだったら自分の将来のためとか、自分をいたわるっていう意味でアクセシビリティを始めてみるみたいな感じでもいいんじゃないかななんていう風にちょっと思いましたね。例えば企業がどういう風なアクセシビリティをしているかとか、取り組んでるかとか、日常にあるどんな工夫があるかとか、そういうのはどんどん紹介していって、こういう方法があるのか、これぐらいシンプルでいいのかとか、発見になるようなそういう発信ができたらいいなーなんていう風にちょっと思ってますね。最近見つけたアクセシビリティありますか？最近見つけたアクセシビリティ、やばい質問か
そうだな、再来週ぐらいに万博行くので、まだ試してないからわかんないですけど、結構割と思いもよらなかったなって思うデザインとかがあったりとかするんで、ちょっとそれは気になってますね。なんかもしね、こんなのあったんですよとか、なんかこういうの見つけましたとか、なんかそういうのあったらぜひ教えてほしいなと思います。ぜひですね、一緒になんかちょっと工夫してみようとか、なんかこういう状況にある人がいるかもしれないとか、ちょっと思ったらまたいろいろね変わってくるかもしれないし、なんならこれされてすごく良かったとか、こういうサービスを受けてすごく良かったとか、そういう話でも全然いいので、そういうこともねぜひコメントに残していただけるとすごくいいななんていうふうに思います。なのでつまりはコメントどしどしお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。あとはチャンネル登録と、あとグッドボタンもぜひよろしくお願いします。じゃあまたお会いしましょう。